親切。3。母が亡くなって、周りの人は、母は自殺ではないかと噂した。きっと、父の後を追ったのだろうとか、父が浮気していたことにショックを受けたのだとか、いろんなことを囁いた。みんな何も知らないんだ。母は父のところに行けて、すごく喜んでいるのに、それも全部、私の親切のおかげだって知ったらみんな驚くだろうな。でもそれは誰にも言わない。母がいつも言っていたから。私が母に親切を報告すると母は、それは母以外の人には言わない方がいいと言われた。どうして？親切ってね、人に自慢すると親切じゃなくなるの。ママはみちるの親切の報告を聞くのが大好きだけれど、これはね、ママとみちるの間だけの秘密なの。だからね、どんなに大きな親切をしても、ママ以外の人に話してはダメよ。わかった。母とそう約束したから、本当は私が母にどれほど大きな親切をしたのか言いたくてしょうがなかったけれど、我慢して言わなかった。それに、母との秘密の約束という響きも好きだった。8歳にして両親を相次いで亡くした私を、周りの人はみんなかわいそうだと言った。私はそれほど自分をかわいそうだとは思っていなかったのに、不思議だった。母には会えなくなったけれど、母の笑顔には、まぶたを閉じればいつでも会えた。母は私が親切をすれば、いつも最高の笑顔で現れた。私は母の放つ言葉が大好きだった。神様はね、悪いことをした人、絶対に許さないの。でもね、世の中には悪い人が多すぎて、神様は忙しいから、時々罰を間違えちゃうことがあるの。母は神様が間違えて、あの女を天国、いや、地獄に連れて行こうとしたから、それを止めたのだ。あの女にふさわしいのは、あの世の地獄ではなくて、生き地獄なのだと母は微笑んだ。あの時の母の満足そうな笑みが忘れられない。私もいつかあんな風に笑えるだろうかと、何度も鏡を見る。でもその時8歳だった私には、母のような笑顔はできなかった。父は経営の手腕があって、亡くなった時にはかなりの財を成していた。母の実家も資産家だったし、父の会社は父の弟だった叔父が継ぎ、母の父である祖父が私の後継人になって私を育ててくれたから、私は何不自由なく育った。学校は私立で、小学校から高校まで一貫校だった。通っていたのはみんなお金持ちの家の子ばかりだった。そこは私にはとても居心地のいい場所だった。母がいなくなっても、親切はずっと続けていた。だから天国の母も、きっと喜んでいるに違いない。両親の不仲で悩んでいる子には、父親の浮気の現場の写真を撮って家に送ってあげた。そうしたらその親は晴れて離婚した。
これでもう親の喧嘩を見ないで済むようになったから、きっと嬉しかったと思う。勉強ができないからテストなんてなくなればいい。学校になんて行きたくないと言っていた子には試験問題を盗んで、その子の机の中に入れておいたら退学になった。おかげで学校に来なくてよくなったから、さぞ喜んでくれたに違いないと思う。どっちも結構苦労した。人のためにこんなに苦労するなんて、母が生きていたら、きっとすごく褒めてくれただろうなと思った。私は勉強が大好きだった。学校の勉強は一度聞いたら、スーッと頭の中に入ってきたから、すごく面白かった。成績はいつもトップだったし、祖父が学校にたくさん寄付をしていたのもあって、先生にも一目置かれている優等生だったから、何があっても私に疑惑の目を向ける人などいなかった。そうして私は、大学もいわゆるお嬢様学校と言われる名門大学を出た。大学卒業と同時に祖父の勧めでお見合いをした。卒業後、就職するなんて意思はみじんもなかった。相手の男性は祖父の知り合いの大手企業に勤めているエリートだった。男性と付き合ったことなど一度もなかったが、祖父が勧める相手だし、私はどんな男の人が良いとかいうものもなかったから、特に何も思うことなく結婚した。夫は私より5歳年上で、仕事人間で、そういうところはなんとなく父に似ていると思った。違うのは、夫には身寄りがいなかったことだ。でもすごく努力して大学に行ったらしく、上昇志向が強かった。私と結婚したのも、私がお嬢様だったからなのかもしれない。でもそんなことはどうでもよかった。私がお嬢様なのも、持って生まれた特典なのだから、そこを気に入られるのは悪いことではない。それに、夫は見た目も悪くなかったし、周りからも素敵な人ねと言われ、私は嬉しかった。結婚して祖父が家を買ってくれた。高台にある高級住宅街である。結婚生活はおおむね満ち足りていた。そして結婚して3年目にデパートに買い物に出たら、そこで夫を見かけた。夫は一人ではなく、横に女性がいた。夫は私には向けたこともないような笑顔をその女に向けていた。胸がチクッと痛んだ。初めての感覚だった。その時、私は母が、あの女、と言っていた言葉を思い出した。人のものを盗むのは悪いことなのよ。母はよくそう言った。あの女はね、私から大切なものを盗もうとしているのよ。必ず罰が当たるわ。でもね、本当は悪いのはあの女だけじゃないの。母は他に誰が悪いのか言わなかったが、こうも言った。人を裏切る人間には制裁が必要なのよ。そう言って笑った母は、やっぱり綺麗だった。父が事故に遭った朝、母はいつも足を向けない父の車が置いてあるガレージから出てきた。
その時、母の体からかすかに油の匂いがした。母は私と一緒で本を読むのが好きな人だ。頭も良かった。どんな難しい本もすぐに理解した。私はそんな母の血を色濃く受け継いでいると、祖父はよく言った。父の事故は、トンネル内で故障していたトラックに突っ込み、後続車が続々とそこに追突したことによるものだった。車は跡形もなく破損していたが、父のスピードの出しすぎが原因だろうという結論に至った。母が亡くなった後、母の部屋からは、車の整備に関する本がたくさん出てきた。父も車が好きな人だったから、父のために母もいろいろ勉強いたんだなって、みんな感心していた。母は本当に頭が良くて、優しくて、美しい自慢の母だ。私は母のような人間になりたいと心から思っている。夫の横にいるあの女はきっと私から夫を盗もうとしているのだ。でもそれはとても悪いことなのだ。ちゃんと教えてあげなくては。さて、どうしたものか。つづくご視聴ありがとうございました。チャンネル登録して、この続きもぜひご視聴くださいませ。チャンネル登録、いいね、コメントなどいただけるととっても嬉しいです。次回もご視聴お願いしますね。